空が青いなはい、おはようございます。今日は4月の24日金曜日でございます。ということでね、昨日は雨結構土砂降りで降ったようでございますが、今朝になってやみました。はい。で、今日はね、天気が良くなる予報でございますんでね。はい。ただ、床がっていうか地面がべちゃべちゃなんでございますよ。はい。まあ、作物にとってはね、恵みの雨でございます。はい。今日もね、頑張っていきたいと思います。でね、皆さんね、今ある常識、まあ、当然のことと思われていることがございますよね。例えば、週休2日制、9時5時で残業なし、で、ゆっくり休んで、そして、決まった時間で、なんつうかな、休みがたくさんあって、いいよというね、そういう風潮あると思いますけども、まあもちろんね、体休ませたために休みがあったり、しっかりね、仕事の時間と、プライベートの時間を分けるっていうのは大切だとは思います。はい。ですが、よく考えてみてください。果たして、それが本当にいいことなんでしょうか。はい。私はね、ほぼほぼ休みなしで働いてますし、9時5時なんてことじゃなくて、もっと、1日何時間働いてんだろうな、よくわかんないけども、働いてますけども、自分でブラック企業だとは思っておりません。はい。なぜならばやりたいことをやってるからですございます。はい。で、まあ世の中の風潮としてはもう休みをたくさん取らしてね、仕事の時間を短くってやってますけども、それがですね、いわゆる消費社会っていうのを生んじゃうわけでございますよ。はい。いわゆる余暇をたくさん、与えるとですね、人間っていうのはね、やっぱお金を使うことを考えちゃうわけですね。はい。どっか旅行行きたい、どっか買い物行きたい、どっか遊びに行きたい、どっか飲みに行きたいっつってね、いわゆるどんどんお金を使わそうとしてるというふうに考えてもいいんではないでしょうか。はい。そうするとね、働いたお金はわずかでございますが、出てくお金が多いという、もしこれが国家戦略、もしくは世界戦略だとしたらですね、皆さんは本当にそれ正しいことなんでしょうか。はい。忙しいとね、お金も使いません。はい。で、外食もしません。なんですかね、余計なものも買いません。はい。で、支出が非常に抑えられるんですね。はい。ですので、皆さんね、それが今やってる生活が本当に正しいのかどうかっていうのをもう一回ね、今ここに来て、考える時期に来てるんじゃないかななんて思っちゃいます。はい。やっぱり人間暇な時間ができるとですね、無駄なパチンコ行ったりね、無駄な時間をね、お金を払って費やすという習慣があるわけでございます。まあ、常識みたいなのがね、それは本当に必要な常識なのかを、もう一度皆さんね、考えてみてください。ということで、本日も頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら、プレイステーション。こちら、なんかコーヒーの、マシーン、そして、こちら DVD、こちら DVD、写真撮ってきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。よいしょ。はい、それではね、久々に、刈原駅、草刈機、
これね、修理していきたいと思います。これね、エンジンをかかるんですけど、アクセル握るとエンジン止まっちゃうという商品でございます。これ修理していきたいと思います。ということでね、なんで急に、草刈り機の修理ね、思い出したかと言いますとですね、そろそろ、うちの方も、フットラボの方も草刈りいたしまして、草がね、だいぶ生えてきているということで、第一弾早い人はね、草刈りするでしょうから、店頭にね、並べておかないと、売れないじゃないかということでね、急にね、思いつきまして修理をしてですね、今日はねこちら1本青いやつ1本と、赤いやつ1本ね、2本直しまして、1本はね、修理品もお持ち帰り品で、直して、お持ち帰りいただいたと。でもう1本は、販売しようと思ってるんですが、ちょっとねエンジンはかかったんですが綺麗にもう一回掃除して、そして先端の刃ですね、刃がサビサビなんでこれを今度新しいのに交換して、お店の方でね販売していきたいと思います。ということでまだまだね、草刈り機あと 5,6 本あんのかな、直していかなきゃいけないんですけどね。はい、ということで、ぼちぼちやっていこうかなと思っております。ということでエンジンかかるんでしょうか。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日も晴れるって言ってたんですけど、まだちょっと曇りですけどもね、はい、今日はね、久々に、草刈り機直しまして、はい、リサイクルショップのね駐車場の草刈りいたしました。はい、ということでね、今日はこれから帰ってフッツラボのね、水タンク今日はね晴れるんで、多分大丈夫でしょう、できるでしょうということで、また、水タンク小屋、やっていきたいと思います。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで、ドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後からフッツラボの方帰ってまいりました。ということでね、雨がやみましたんでね、今日はまた、水タンク小屋、はい、のね、ちょっと今日は筋替え入れて補強入れて、はい、あと、水タンク台をちょっと作って、はい、配管まで、水道の配管、電気の配管まで行ければいいんですが、多分そこまでいかないかなということで、まず筋替え入れてね、補強を入れて、はい、で壁は最後もうちょっと後になってからということでやっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月はい、とりあえず、動きました。今ね深夜10時、やっとね、今日やってたやつが動きが確認できましたんでご報告いたします。まずね、このフロート、これ手動っていうか、実際タンク内でこれがフロート上がっていくと満水っていうことで電池弁を止めると。で下がっていくと、水が空になってくるんで、これが電池弁開いて給水開始すると。そこまではできたと。で今日はもしこれが壊れた時に、LINE で外部から、電池弁を閉じたり開いたりさせたいということで LINE 機能を追加しようとして、そこがうまくいかなかったんですが、
今回ねとりあえず、できるようになりましたんで、まずご報告します。その前にね、これずーっとこれテストして、失敗ってことでね、ずーっとこれ今日ね、ここからずーっとこんだけテストしてやっと動くようになりました。まずやってみます。これまずね、水オンで入れますと、音聞いててください。水オフか。オフね。まずこれ水オフで切れました。次にまず自動制御に戻しますつって、ここでね自動って入れます。そうすると、このフロートがこのように満水下から上がってってカチッて今落としました。でこれも上上げるとこれ満水で止まります。はい。で、上から下がってって下が下がるとこれが電磁弁が止まります。はい。で外から水オンって入れますと、外から水をね入れたいとき、そうするとそうか、水今満水状態だから水は出ないのか。水オフか。はい、そうすると手動で外から変えられるということで、今この状態だと自動にしてませんので、水オンでも入れることができると。はい、入りました。で水オフでいくと、はい。で自動ってやると、自動制御の方に戻りますから、このフロートで反応すると、そういうような形でやっとできました。いや、なかった今日は。もう明日にしようかなと思ったけど、なんとか出来上がりましたということで、以上になります。ありがとうございました。はい、切ってきますよ。はい、ということでね、小屋をね、作っていたら、お隣さんがね、やってまいりました。でね、ちょっと話すつもりだったんですが、結構話が盛り上がっちゃいましてですね、はい、1時間話したんじゃないですかね。はい。また今度ね、ゆっくり飲みながらでもお話ししましょうみたいな感じでね、はい、筋交い入れて、でベニヤのね横の方はベニヤサブ6番分の、縦材をね、下地の縦材を入れまして、奥側もね、縦材を入れまして、そして奥側はコンパネね、1枚貼って終わりとなります。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。筋交い入れましてですね、この横も縦材入れて、コンパネのね、下地用に、つけました。でね、1枚 9mm のコンパネこちらありましてね、はい。ちょっとね、お隣さんとお話ししてたら時間になっちゃいました。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はちょっとお隣さんがね、突然現れまして、くっちゃべってたらですねあっという間に時間経っちゃいました。はい、ということでね今日は小屋に筋交い入れてベニヤ板1枚つけて終わりということになります。すいません。
はい、ということでね、次回ねまた、頑張りたいと思います。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで本当に申し訳ございませんでした。人月